はい、井上ゼミです。今回はですね、僕の井上ゼミのね、僕のアイコンとかね、イラストを描いてくれています、ひーちゃんこと小島久恵さんと、今回は非暴力コミュニケーションについて、お話ししてみたいと思います。ということで、ひーちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。でまずはですね、ひーちゃんは非暴力コミュニケーションの動画をね、見てでとても関心があったということなんですけど、そもそもなんで関心があったんですか？関心があった。そうですね。やっぱり自分が、ちょっと卒論もこう対話っていうところを、中心に取り上げて、来ている中ですごいコミュニケーションのこう仕方とかがこう自分の中ですごいやっぱり大きいものだったし、結構その両親とのインタビューとかもその時書いたんですけど、やっぱりそのインタビューをこう通じて結構その関係性が変わったというか、その中で結構コミュニケーションをしていくうちにだんだんこう親と子供っていう関係からこう結構個人対個人に自分の中で変わっていったなっていう感覚があって、で今回もこの非暴力コミュニケーションっていう、題名を見た時になんかどういうものがあるのかなっていうのと、あと家族についても結構言及があったので、それで興味を持って、視聴したっていう感じです。結構なんか今回、僕の動画見てくれて、でなんかこう最初に非暴力コミュニケーションについて率直にどんなことを感じました？あれでしたっけ、なんか本も読んでくれたんでしたっけ？そうですね。はい。NBC の、紹介いただいた、審判のやつ。そうです。そうですね。なんか理解は確かに、そうですね。できたし、絶対そのジャッカル語よりキリン語の方がいいとか、あと、非暴力コミュニケーションでいう観察とか、その最後にリクエストするっていうこの流れはすごい分かったんですけど、じゃあそれをいかに実践していくかっていうのがこうやっぱりまだ自分もこれからだなっていうところもあるし、すごい分かったんですけど、いかにそれをやっぱ非暴力コミュニケーションって知らない人がほとんどだと思うので、特に職場とか、そうですね、自分のコミュニティで知ってる人はどれぐらいいるかっていう、中で自分がこういかに実践していくかみたいなところはすごい最初率直に思ったっていうか、やりがいがあるなっていうか、思ったところです。なんか早速実践してみたことあります？早速実践してみたことはそうですね、感謝を伝えるっていうところ、ありましたね。やってみたんですけれど、そこでその本でも一応ありがとうで伝わることはあるかもしれないっていう前提の上で、でもやっぱりその相手がしてくれたこと、でそれで自分がどういう気持ちになったか、ワクワクしたとか、嬉しいとかで、その上で感謝というか、それによって自分がこういうなんか、例えば何かしてくれた時もしてくれたことですごい気持ちが楽になって、心が軽くなってありがとうっていう、なんかこう3段階というか、相手のしてくれたことについて自分はこうなったから、だからすごい感謝してる、ありがとうみたいなのを結構そうですね、意識してなんかこう文面上でもなんか、文面でそうですね、連絡やっぱ会う友達とももちろんそうなんですけど、なんかやっぱり会うタイミングとか限られてる友達とか LINE でそうですね、やり取りはしてるけどちょっと、アメリカに住んで会えてないとかいう友達とか、なんか結構こう文面上でも意識して結構使う、なんかその意識をすごい持つようになりました。早速そこの実践を。それってプライベートでですか？そうですね、今の話は割とプライベートで、職場だと、そうですね、職場だと確かにそうですね、どっちかっていうと今のはプライベートの方が意識してるかもしれないです。さっきね、卒論の話が出たんですけど、ちょっとその卒論の、どういったことをやったのかっていう内容と、でそこと非暴力コミュニケーションが、どういうふうにつながったかっていう、ちょっとその辺のお話聞かせてもらっていいですか？わかりました。そうですね、私は、大学の時に、社会学の観点で
ヘイトスピーチっていうテーマで、卒論を書いたんですけれど、特にその自分の、父親がちょっとこう、差別的なこう発言だったりをこう、韓国朝鮮の、そうですね向けにこうしていたっていうような時期がちょっとあってですね、テーマを、父はヘイトスピーチを通じて何を訴えていったのかっていうテーマで卒業論文を書きました。でそれは、そうですね本当に、高校生の時に私が韓国の姉妹校がその高校であって、その、姉妹校に訪問するプログラムが3日間あったっていうのに、ちょっと申し込みをしてその時からちょっと国際交流に興味があったので、それにこう参加して現地の人とも交流したいし、初めての海外で、ちょっと緊張はするけど行ってみたいなっていうのを、率直にこう親に伝えた時に、ちょっとその頃セウォル号事件だったり船の沈没事故がちょっとあった時期とかとも、重なっていて、結構その時、父親も、すごくこう、心配っていう、言葉と合わせてなんですけれど、やっぱこうあんな国にあんな事故が起こるような国に行っちゃダメだとか、そこからちょっと発展して少しちょっと、民族が絡んだ差別的なちょっと発言だったりも一部あったりはして、結局ちょっとその時は本当に自分がすごい行きたかったので、自分のお年玉をちょっと切り崩して行ったっていう形で一応行かせてはもらえたんですけど、一応そこからやっぱそうですね、たびたびこう何かニュースが韓国関連のニュースがあったりすると、こう父親もこうそれについてやっぱり韓国はああだからああなんだとか、言ったりっていう発言があって、それをこうすごい自分の中でこう韓国に行った経験っていうのはすごい自分にとってはもう初めての海外だけど、すごく拙い、韓国語と英語でこう自分が拙いこう語学力でも優しく接してくれたりっていうのがあったので、そこのじゃあなんでそういう現地に行って私は嫌な思いはしなかったけれど、なんでこう人ってその国とか民族とかっていうこう単位で人を憎むんだろうっていうのがすごいその時気になって、でそれをこう大学で絶対勉強して卒論で書きたいって思って書いたのが、本当卒論っていう感じなんですけど、そうですね、一応その研究手法としてはインタビュー分析っていう形で、オーラルヒストリー研究という質的、研究で、執筆したんですけれども、その中でそうですね、非暴力コミュニケーションつながるなって思ったところは、そうですね、一言で言うと難しいんですけれど、でも結構最初インタビューって結構何回もしたんですよね。父親に3回はして、で母親にも2回ぐらいして、あと自分の祖母にも1回話を聞いたりとか、あとちょっと関連ちょっと家族社会学的な観点もあったので、ちょっと父方の祖父が働いてたちょっと施設の、関連の方とかにもちょっとお話聞いたりとか、結構インタビューを、累計でそうですね、本当5回以上したっていう卒論だったんですけれど、その中でこう父親とは本当にこう3回とか4回インタビューする中でだんだんなんというかこう話すやり取りのこう空間がちょっと変わっていったっていうのがあって、最初は本当にこう、ちょっとコロナだったのもあって、短い時間で30分から1時間ぐらいまず父親のこう生い立ちを知るみたいなところで、本当に父親はもうずっとバーッとこう、本当にあっちとしては嬉しかったみたいで、こういうちゃんとしっかりした時間を作ってこう娘と話すっていう時間が、あんまりそうですね、今まで取れてこなかったんで、すごいバーッと、結構怒涛の勢いで喋ってくれたというか、すごいそれを私は必死にメモ取って聞いてるっていうような形だったんですけれど、それがこうだんだんなんというか、その回を重ねていくうちに、私もこうちゃんと会話に参加するというか、インタビューしてるんで一応聞いたりはするんですけど、でも
そうあの時ってじゃあ事故が起こった時って本当は言葉ではそういう風に出てしまったかもしれないけど、やっぱり心配っていう、言葉が出ていった時にやっぱり親として心配だったっていう気持ちがあったんだねとか、ただ頭ごなしに結構当時は否定されてる感覚がすごい強かったんですけれど、父親もだんだんその時ちょっと仕事も結構辛くてとか、あんまり自分も気が回っていなかった部分があったりとか、結構そういうインタビューを重ねていくうちに一つの自分が見てた一つの経験が自分から見てたものが父親からの視点っていうのがだんだん父親も話してくれるようになったし、自分もそれを認識できるようになったっていうのがすごいあったので、私はやっぱりインタビューをして自分が本当に否定されてたっていう気持ちから、父親やっぱりその時辛いこととかもあったりとか、余裕がなかったりとか、そういういろんな背景があって、ああいう言葉に出てしまったんだなっていうふうに、理解をすることができたっていうのがあって、それが今回の非暴力コミュニケーションだとか観察するっていうところが、そうですね、やっぱりインタビューをしてそうですね、まず達成できたことかなと思って、やっぱそれが観察が一番NVC の一番最初じゃないですか。それの一番最初の観察するが私にとっては多分卒論のインタビューだったんじゃないかなっていうふうに思います。でもこれ今話してすごい話してちょっと認識した部分あったかもしれないです。どういうこと？観察するっていうことと、非暴力コミュニケーションが実はインタビューから始まってたんだっていうのが話してる間にちょっと整理されてた感じがします。でも僕もすごいそれ分かった今。聞いて分かりました。確かにって、でも本当にそうだったんですよ。結構それまでは自分もやっぱ父親はちょっとやっぱそういう最初すごい否定されたって気持ちが強くて、やっぱ自分も大学は実家から通ってたんですけど、もう早く家をいつか、出てもう自立してやるんだっていう思いで過ごしてたので、あんまり大学時代もどちらかというと外に出て、プログラム参加したりとか、友達とどっか行ったりとか、あんまり家にいることはそもそも大学高校ぐらいからあんまりもないというか、そうですね、父親と話す時間、まとまった時間って本当に多分なくて、あっちも仕事帰ってきてご飯食べて、すぐ寝て次の、準備するみたいな時に、本当にご飯の時間もそうですね、本当30分ぐらいの間でやり取り、テレビ見ながらちょっと今日何があったのみたいな風に会話するぐらいで、本当にちゃんと30分から1時間とかまとまって膝つき合わせて話すっていうのは本当になかったんですよ。なので本当にあれは卒論っていう切り口ではあったんですけど、そういう風にちゃんと親と向き合うっていうことがちょっと最初は怖かったんですけど、でもやっぱインタビューしていくうちにすごい今では本当に結構この前も実家帰って話しましたし、うちにちょっと遊びに来たこととかも、弟と一緒に遊びに来たこととかもあって、すごいやっぱ関係が変わったなって、そうなんだ、いうのはあります。NVC の観察っていうのは評価を交えずに観察するっていうことを大事にしてるというか、そこ大事だよっていう話だけど、結構ね、その卒論でやった研究も結構評価を交えず事実って何なのっていうところを捉えるっていうところでつながってるんですかね。そうですね、確かにちょっと最初からうまくできていったかっていうとちょっと最初は難しかった部分もあるんですけど、やっぱりそうですね、そこがうまく自分の中でやっぱ否定されたっていう評価がだんだんとやっぱそうです、そこからやっぱ変わっていったっていうのは、そうですね、ありますね。最終的には
あの時に、ああいう背景の時に、父親がああいう発言をしていた、でもなんかそこと、自分のこう考察みたいなところはやっぱり切り離して書くっていうのは確かに最後すごく意識できて、完成できたかなっていうのは思うので、確かにそうですね。そうですよね。だって普通だったら、そこで評価が混じったことを言われた時にどうしてもジャッカルになっちゃうじゃないですか、こっちが。そうですね、そうですね。で結局そこでこうトラブルみたいなことはありがちというか、あるあるで、そこ行くとちょっとあれですね、特殊なちょっと入り口ではあったけど、でもそのなんか研究っていうところを通してなんか最後にそこの評価をこうなんて言うんでしょうね、評価交えずに観察できたっていうところからまたこう変わっていく自分がいるっていうのは、あれすごいですね。確かに改めて思うと、いや僕実際ひーちゃんの卒論は見てるんですけど、すっごいなと思いましたからね、そこがね。最初のだから言ったら卒論って順番的には最初問題意識があって、で分析手法の提示と分析するじゃないですか、実際の内容があって、で最後の考察結論みたいな、流れがあると思うんだけど、そのなんか分析過程を経ての最後のところでなんかひーちゃん自身の中での見方がこう変わっていくっていうところが、で僕はすごいなと思ってっていうのがありましたんで、でもそこがこう NVC とつながってくるっていうのもまた面白いですけどね。確かにそうですね。この確かに回を見て改めて確かに卒論についてなんか振り返るいいきっかけに、すごいなりました。なるほどね。で今回はですね、ひーちゃんがですねグラレコって言ってね、これちょっとグラレコって何か説明してもらっていい？わかりました。グラレコ、そうですね。グラレコはグラフィックレコーディングの略でして、人がこう、イベントで話してる内容だとか、あと会議の内容とか、あともちろんこういう風にこう動画として何か出ているものをこうリアルタイムでホワイトボードだったりこう模造紙に1枚でその内容を要約して絵と文字でこう表現するっていう手法なんですけれど、でそれで今回この非暴力コミュニケーション、これ僕の動画見て。そうです。なるほど。でね、ちょっとスマホでは分かりにくいと思うんですけれども、書いてくれたんですよ、1枚の。これホワイトボードでいいのかな、ホワイトボード的な感じで1枚にまとめてくれたので、ちょっとこの画像をですね、ちょっと出しますんで、そこでこれちょっと改めて、説明をしながらひーちゃんにちょっと解説してもらっていいですか？わかりました。まずは左上のところからですかね。左上、そうですね。これはそうですね、非暴力コミュニケーションっていうところで、一番最初に、井上さんもまずその非暴力コミュニケーションの前に暴力的なコミュニケーションとは何かっていうところを解説されてたと思うんですけれど、これが、そうですね、そこについて書いてありまして、下がその対比で非暴力コミュニケーションとは何かっていうところなんですけど、でもこの暴力的コミュニケーションってこうちょっとなんか思ったのが、暴力的コミュニケーションはすごいこの矢印が一方通行だなって思って、その人と人との間でこう向き合ってはいるんですけれど、その向き合い方が例えばこう道徳を持ち出すだと、ある一方の道徳をこう相手にぶつけるみたいな、こう自分が相手にっていうので起点でこう始まっていたりとか、あと責任を回避するっていうのはそもそもこう何か、他の人の行動だとか、規則とかルールとか何かこう全くこう自分とこう違うそういうなんか規範みたいなものの、せいにするっていうので、そもそもそういうなんかもののせいにして本当に向き合うものとなんか向き合ってない、そもそも矢印すら生まれてないみたいな、矢印がもうどっか行っちゃってるっていうので、全くこう相手に向かっていっても向かっていなくても、どっちにしろこう相手からのこうことを思ってというか、こうすごく
自分都合のコミュニケーションっていうのが結構そのなんか自分がこの図でイラストで描くときにすごいなんか矢印も一方通行だし矢印どっか向いてたりするなっていうのでここは思ったところです。でもこれ面白いね。描きながらやっぱりそういうことも気づくわけ？そうですね。描きながらなんかこれ矢印、確か相手はそれを受けてるけどこれ起点はこっちだなとか確かに書いてて気づきますね。面白いですね。はい。でその下が非暴力コミュニケーションなんですけど、こっちはやっぱりこうその今話した暴力的コミュニケーションと比べると、お互いがまず2人とか対話っていう双方が前提として登場人物としてちゃんといて、その2人が和解というか、気持ちよく気持ちよくコミュニケーションするためのやり取りなんだっていうところでまずちゃんと登場人物は2人います。でかつその向き合い方について詳しく書かれてると思うんですけど、なんかその間で下の方のイラストでハートが矢印循環してるやつを描いてみたんですけど、なんかこの時にそうですね、なんかこのエネルギーが循環しているというか、そのお互いのなんか思いやりというか、そういうなんか行動がその非暴力コミュニケーションの上でやることでそのお互いに喜び合えたりとか、信頼できたりとか安心感につながったりとかっていう、なんかすごいプラスのポジティブな行動から生まれる気持ちの循環みたいなのが多分あるなって思うし、自分も過去の行動を振り返って非暴力コミュニケーションができてたなって思う時ってやっぱりすごい気持ちがプラスっていうかポジティブな気持ちにやっぱり嬉しくなるし、相手も心地いいってお互いなんか感じれてる関係性だなっていうのを思って、ちょっとハートが循環してる感じでちょっとイラストで描いてみました。その横が詳細なじゃあ実際に非暴力コミュニケーション実践していくにあたってどうやっていくかっていうのをその右側の方でまとめてるんですけれど、そうですね、互いに成長し受け止め愛し2人ともに満足するためにいるっていう、これもちょっとここは書くの難しかったんですけれど、一番右下ね。はい、右下のところ、これもそうですね、自分書いててハッとした部分が結構あって、そこからちょっと左にある互いを幸福にするためにいるのではないっていうのが、これが確か本の方だとなんか夫婦の確か妻側が発言してたなんか内容、発言してたセリフの引用なのかなって感じだったんですけど、なんかそこで思ったのは互いを幸福にするためにいるのではないっていうのが、なんというかその互いを幸福にすることは目的なのではなくて、その幸福にさせるために何かをするっていうコミュニケーションではなくて、互いにお互い切磋琢磨して成長して、でそういう過程も含めてお互い認め合いながら共に未来に向かっていくみたいな、なんか幸せにすることがゴールじゃなくて、そういうなんか未来に一緒に向かっていくっていうことがゴールというかその先にあるもの、未来に向き合うみたいな、なんかそれがすごい非暴力コミュニケーションなのかなというふうに私はちょっと解釈してちょっと書いてみたって感じなんですけれど、ここはそうですね、ちょっと書きながら自分も最初はちょっと互いに幸福にするためにいるのではないっていうことはじゃあどういうことだっていうのは結構考えながら書いてました。そうだよね。はい、ちょっとここ難しかったです。あとは、最後は右上が注目ポイントなんですけど、そうですね、私がすごい書いてて思ったのはこの怒りっていうところが、
他者は刺激にしか過ぎないっていう言葉がすごく自分は、刺さって、はい、その怒りの原因はその相手じゃなくて自分の中にあるこの考えが周りっていう刺激によってその引き起こされるものなんだっていうなんか理解がすごくできて、それがそのここのイラストでいう怒りの、原因はこう自分にあるっていうので、こう体の中に丸を描いてみたんですけど、そういうことねこれ。はい、これが多分本当にそうですね。他者は刺激にしか過ぎない。例として出してた遅刻なんかしたらじゃあ自分はもっと本を読んで待ってられるみたいな例出してたと思うんですけど、確かに私もあれはそうです。なんか同じようなことがあって遅刻しちゃうかもみたいな時にじゃあちょっと先にお店見て回ってるから全然後で来てみたいな感じで、確かにそういう風に言える時もあれば、逆にそうですね、それがわからないです。難しい、時っていうのは、じゃあ逆に自分の中で何が必要としてるんだっていうのは、確かにこうそんなことも考えずに起こってしまってたなっていうふうにちょっと振り返って思って、そうなんですよね。はい、ここはそうですね、今後なんか自分がこう何か怒りを覚えた時に、じゃあ何がそうしてさせてるのかっていうのをやっぱりちょっと自分もこう見ていく必要はあるなって思って、すごい大事なポイントだなと思ってちょっとイラストも踏まえて描いてみました。はい、という感じでそうですね、全体感はそうですね、まとめてみたっていう感じです。はい。であとはあれですもんね、感謝するっていうのはさっき言ったやつですもんねこれ。そうですね、はい。そうです。早速実践しているという。これは本当になんか自分をこう改めてありがたいっていう言葉をなんかこうもっと噛み砕いてなんかこう言葉にすることでよりこう、ありがたいって気持ちがもっと増すというか、本当に具体的に伝えることのこう大切さっていうのって、相手のためもそうですし自分もよりこうなんか解釈がありがたみが増すっていう、なんか双方にとってすごいいいことだなって。いや本当だ、はい、本当に思うそれ本当に思いました、はい。いやこのだって3つ伝えられたらめっちゃ嬉しいですもんね。もう最上級に嬉しいですよね。そう嬉しいですよ本当になんていうかな、そのありがとうだとなんていうかな、そのどれに対してとか何に対してが曖昧なので、もしかしたらちょっと違うことをイメージしちゃうかもしれないっていうのがあるじゃないですか、どうしてもこっちの解釈次第みたいなことになってしまうこともあるけど、これだとそんなことないからね。そうですね、ちゃんとこう相手もそこを感じてくれたんだって自分が言われてもきっと嬉しいと思いますし、どっちでもね、これは、確かに。あとちょっとこのグラレコにマルセル・プルーストの言葉もこれは本当になんか自分が僕の好きなそうですを言っててでこれは本当はい、いや自分もこれすごい共感したなっていうので、ちょっと入れ込む場所がちょっとどうしようって思って、でも絶対これは入れたいなって思って、直近ちょっと自分も旅行に行ってたので、ここのなんか旅のそうですね、概念すごい、共感したなっていうので入れてみました。なるほど。はい。そうだからこれ怒りのところって僕本当に同じところが僕も刺さって、怒りの原因は自分の中にあるっていうね、つまり満たされていない何かがあるわけですよね。大切にしたい何かが、その時の状況で満たされなかったっていう結果とか状態になった時にお前のせいだってなりがちじゃないですか。そうでここは僕も刺さったんですよ。だからそうですね、特にここにも星マークで書いてあって、人の感情とニーズに寄り添っていれば一瞬も怒りは存在しないっていう、これすごい言葉ですよね。本当にそうですね。一瞬も存在しないんですよ、怒りなんて。どうですか今の社会怒りだらけでしょそうですね本当にどうなってるんですかこの状況はっていう感じだ本当に思いますよ。
そうですね。SNS でやっぱニュースとか、うん絶対何かしら批判のコメントとか、逆に批判がないニュースなんてないんじゃないかっいや本当にていうぐらい、はい、もうあえて NVC の方は避けて暴力的なコミュニケーションの方だけを話題にしてるんじゃないかって思うぐらい、もうそんなもので溢れ返ってるでしょ、暴力の方で、そうですね。はい。だって誰かが怒っているニュースじゃないニュースしかないことはないから、もう必ず誰かが怒ってるようなものが映し出されていて、でなんかそうなるともうここが見えなくなっちゃいますよね。ということでこれがグラリコってやつね。はい。これめっちゃわかりやすいですね。ありがとうございます。一枚でこうまとめるっていうやつ。でもそうですね。自分も動画は何回も見返してはいたんですけど、やっぱり手元でこう一枚でちょっと見れて、こう復習もそうですし、あれどういうとこだったっけっていう時に、一旦ここで当たりをつけて、ここのじゃあ例えばその実践のそうですね、感情を表現するのところをもう一回見返そうみたいな感じで、こう全体をこうやっぱり一枚で見れるってすごいこうそこからじゃあここを詳しく学ぼうってこう全体を見た上でこうどんどん掘り下げていくことができるので、これは自分にとってはすごい、はい、分かりやすいものだったなって思います。これなんか結構でもそれでも全体も分かるんだけど、結構そのまとめた人の色も出るっていう感じもしますね。ここのポイントがこの人大事だと思ったんだとか、結構分かりやすい。結構あとイラストも分かりやすいですよね、これね。イラストはそうですね、結構こう対象とかそれとの対象と対象の関係性とかっていうのがやっぱりこう簡単にでもそうですね、本当に分かるだけでもこう自分の理解も進みますし、その誤解というか正しく理解するっていうのがやっぱりこう絵で補助的に表現できたかなって思います。こういうまとめ方って普段とかもよくやるの？普段はでも結構本読んでまとめる、なんか結構文字でまとめることは多かったんですけど、文字ベースで隣にちょっと書き足すみたいなのを、実はちょっとこの本当非暴力コミュニケーション動画を見た時になんか自分でちょっとメモ取ってたとこから始まったんですよ。なのでそうなんだ。今回こうやってちゃんとなんか1枚でグラリコにまとめるっていうのは普段そうですね、してるかっていうとちょっと本当に頼まれてやるとか、どちらかというとなんか今まですごい会議とか、こうイベントのトーク内容とか、やっぱ人が話してることをまとめるっていうのを結構頼まれてやってたことが多かったので、なんか個人的にこう自分でまとめるっていうのはよっぽどなんかちょっとメモを自分がなんか取りたいみたいな瞬間がないとそうですねやらないので、でもこれは本当自分も多分興味があったことだし、絶対ちゃんと理解したいって思って、最初メモで全部ノートに書いて、それをこう自分でもう一回整理してこの1枚にまとめたっていう、こう 2段階あるわけ、ね。なるほど。はい。これすごいですね、でもね。ありがとうございます。じゃあですね、とりあえずそのいくつかね、言っても、全体的なところは、理解した上で、そのひーちゃんがこの、動画見たり本を読んだりして、その気になったところだとか、あるいはここ大事だなっていうふうに思ったところとか、あるいはそれを踏まえた上で考えたこともいくつもあったと思うんですけど、そのあたりのちょっとお話を聞かせてもらえればなと思うんですけれども、どんなことありました？例えばそうですね、自分がその一番最初に率直にどう思ったっていうところで話した、じゃあどう実践していくかっていうところなんですけれど、そこで一応本の中だとその自分相手がたとえ暴力的なコミュニケーションをこうしてきたとしても、まあ、自分がその非暴力コミュニケーションを、まあ、続ける意味はあるし、まあ、でも、まあ、そこで逃げてもいいんだよっていうメッセージが、あったっていうのはすごい、まあ、自分にとって救いだったんですけど、でもじゃあなんか結構実際に本当にそういう場面に、まあ、なった時、例えばまあそうですね、まあ仮に職場とか本当にこう絶対にこう向き合わないと
仕事は例えば進まないとかそういう場合にじゃあなんかずっとその自分が非暴力コミュニケーションを続けても状況がこう例えばちょっと改善が難しい場合とかってあんまりすぐにこう何か状況が変わるってことではないと思うんですけど、でもそれをこうなんか実践し続けた時になんか自分の心がこう先になんか折れちゃわないかなとかって思ってはい、そこのなんかそういう意味での実践の難しさみたいなのは、すごいちょっと今日話してみたいなって思ったポイントになります。あ、そうですね、確かに実践の難しさですよね。自分は非暴力コミュニケーション実践してるだけど相手が暴力的なコミュニケーションでずっと来続けた時にどうすればいいのっていうところですよね。そうですね。なんかあります？そこでなんか考えたこと。そうですね。でも気長にというかまずそもそも相手が変わることを期待するっていうのはそもそもそれは違うなとは思っていて、やっぱりこう自分の意識をいかに変えるかっていうことだとは思うんですよね。なので結果が変わらなくてもちょっとそうですね、それで自分のせいだとか、思わないっていうことがまず大事かなっていうのは思いましたし、それでじゃあ逆にちょっとでも何かいいことになるんだったらいいかっていう、なんかこう期待するというよりは本当になんというかなんか自分がその毎日いい行いをしてなんかそれが本当何かにつながったらいいなぐらいの多分スタンスでいるっていう、多分なんかちょっと折れちゃいそうになるかもって思ったのは多分期待しすぎちゃってると多分そうなっちゃうかなって思ったので、なんかやっぱり実践することはやめずに、でもこう自分の中でも本当に辛い時はちょっと一旦距離を置くとか、本当に周りの人に相談するとか、なんかそういうこうやっぱ行動を何かしらし続けるっていうことと、あとやっぱりなんだろう、暴力的コミュニケーションする人がいたとしてもその他の人はそうじゃないかもしれない可能性は全然あるので、やっぱ他の人に相談してちょっとでもこう何か働きかけてくれるなんかこう要因をもっといっぱい、その人と、自分の関係はもしかしたら変わらないかもしれないけど、その他の人とかと関わることで、こう環境が何かこう変わった時にもしかしたら何かそこでその、相手も何か変わるきっかけがもしかしたらあるかもしれないなとは思うので、ちょっと自分と相手っていうなんか内だけに閉じずに、もうちょっとこうその、会社だったら会社とか、コミュニティだったらコミュニティっていうなんかその場所全体で何か、なんかその人との関係性を捉えれるようになったらいいのかなっていうのはちょっと、思いました。いやなかなかやっぱりそのなんて言うんでしょうね、その NVC のねこの著者のマーシャル・ローゼンバーグさんの体験談もいろいろ載っていたけど、やっぱりめっちゃ難しい事例とかも載ってたじゃないですか。だから一回どころかもうとてもじゃないけどみたいな人たちとやっぱり話をしてるんで対話してるんで、もうそこで全然一個英語の距離が縮まらないというか平行状態みたいなことも多分何度も経験してると思うんですよ。だからそこが結構なんかじゃあ自分が使えばすぐに変わるみたいなところじゃないっていうところが一個ポイントですよね、そこはね。でなんか今やっぱ話聞いてて思ったのは、そのこちら側に相手を変えようとする気持ちがこれっぽっちもないかっていうところですよね。あるいは相手を責めようとしている気持ちがこれっぽっちもないかっていう、でそこを僕的には自分で振り返った時にあるなって思っちゃうんですよ。やっぱりあったって思ってですね、あったじゃん、じゃあうまくいかないに決まってんじゃんって自分の中にやっぱりあるわけですよ結局は。でもそれをまた相手のせいにしようとしてるっていう、なんでお前変わんねえんだみたいな感じっていうのは多分すぐ来ちゃうんで、これがだからなんかその
やっぱりこっちが非暴力コミュニケーション、もちろん意識していかないとやっぱり習慣づけられないと思うんだけど、結構そういう意味では実践の回数も時間も必要だなっていうことを思ったんですよね。本の中でもそうですね、最初本当に拒絶から始まっていたコミュニケーション何回も繰り返してやっとあなたの言ってることはこういう背景でそう感じているんですねっていう姿勢がやっとこう何回も何回もやって、そうですっていう風にこうなった瞬間からこうだんだんこういい方向に進んでいくっていう事例は見れたんですけど、そこまでがすごい言葉もきつい言葉だったりとか、っていう中で本当にマシュー・ローゼンバーグさんがあんなに向き合ってるのを本当何個も事例見ることができて、本当に難しいなっていう。難しい。だから、であの人のところに来てる人に言うけど全然やっぱり入っていかないわけですよね。いやだからねっていうような感じで、だからそこもすごく粘り強くやってるわけですよね。ですね。ただそれをやっぱり本で書いてくれてやり取りものを載っけてくれてるんで、こちらとしてはこれやってるなみたいな、自分もやってるなみたいな感じで結構共感できるんで、理解は進むんですけどね、そこはね。そうですね。そうですね。相手を責める気持ちはこれっぽっちもないっていうところとか、相手のせいにする気持ちがこれっぽっちもないっていうのは、確かにさっきの怒りのこう全部自分のこう意識とかそういうのがこう怒りも生むし、こうコミュニケーションの何か派閥を生むものになるみたいな、そことつながるなって思いました。そうですね。確かに本当そこは思いますね。だから僕も実践をできるところからしてるんですけど、やっぱどうしてもなかなか難しいなっていう人がやっぱりいるわけですよ。でその時にやっぱり話したいって思わないんですよね、そういう時って。直接会いに行ってその話をしたくないなっていうふうに思ってて、で思ってる時ってなんでそうなんだろうっていうふうなことを考えた時に、やっぱりこの相手を責めようとする気持ちとか相手を変えようとする気持ちがあるんですよ。あるとやっぱりうまくいかないことをもう察知しちゃうから、結局非暴力コミュニケーションの方も理解はできちゃってるから、理解があるから自分の方はね、だから引っかかってなかなかやっぱりいけないっていうところで、やっぱりそれって暴力的なコミュニケーションが自分の中にまだあるから、でそいつが出ちゃってるから、やっぱりだから相手のことを評価したり決めつけたりっていうことをやってたなって。だからやってるところは多分無意識レベルで多分やってると思うんで気づきにくいってところあると思うんだけど、それをやっている相手は難しいですね。そうですね、確かになかなかそうですよね。こうコミュニケーション自分から取ることすら、こうその先の結果がちょっと目に見えてしまうっていう部分があると、で自分の中でも妄想のその相手を作り出してしまっていて、多分一人相撲もうやっちゃってるんですよね。で結構そういったことやってるなっていうのを今回思いましたね。他に何かあります？感情を表現するっていうところと、あとリクエストをするっていうところあったと思うんですけど、あれもやっぱこうなんですかね、こう実践の難しさというか、結構自分がちょっと考えたっていうか少し難しいなと思ったのが、なんか感情を表現したりこう何かをリクエストするときに、下手したら道徳を持ち込むっていう暴力的コミュニケーションになりかねないなってすごい思う部分があって、なんか道徳を持ち込むって結構道徳ってすごい広い言葉じゃないですか。なのでまとめの方だと命に関わることは、やっぱり子供が飛び出して危険だから手を引くみたいな、やっぱそういう瞬間はあるけれども、基本はやっぱり自分の素直になんか感じてる、あなたはこういうことをして私は悲しい、だから、こういうことを、してほしいって、何々をしてほしくないじゃなくて何々してほしいっていう要求をするっていう、そこはすごい理解できたんですけど、でもなんか
なんだろう、こう悲しいとかその何々をしてほしいっていう、なんかこの背景にはやっぱ自分のなんか生きてきた生い立ちとか、なんか生き方とか、そこでなんか身についた考え方みたいなのって少なからずやっぱそういう感情とかリクエストにこう出てくるなと思っていて、でそことやっぱそういう生い立ちとなんかあとでもそれとあと道徳っていうなんかことが結構今自分の中でなんか重なる部分ってなんか少なからずあるんじゃないかなって思った時に、じゃあ道徳を持ち込まないって本当になんかどういう範囲でこう暴力的になるのかっていうのはすごい話してみたかった、気になったところです。確かにそれこそちょっとねあらかじめちょっと聞いていたお話でちょっと関係してるなっていうふうなことで言われていたのがパターナリズムの話をしてたじゃないですか。で、はい、あなたのためを思って言っているのよっていうやつですよね。でこの構造と結構似てるっていう道徳を持ち込むっていう暴力的なコミュニケーションがね、っていう話をしてたんですけど、そこもつながります？はい、そうですね。私がそのパターナリズムはさっき話した卒論の、中でこう調べてきたものなんですけど、そこでやっぱりそうです。パターナリズムも捉え方はいろいろあるんですけど、やっぱり基本になってるのはその相手のことをあなたのためを思って心配しているのよとか、本当にこうなんていうか、その相手のあなたのためを思ってこういうところに行ってほしくないとか、こう危険な目に遭ってほしくないから海外には行かないでほしいとか、まさにこう、自分が親から言われた言葉は、パターナリズムって言われるようなものの中に入ってたんですけど、それもやっぱりその、ある種こう相手も自分は危険だと思ってる、子供がそんな国に行かせるのは危険だと思ってる、だからこう行かないでほしいっていうリクエストを、当時されていたなっていう、ことではあるなと思うんですけど、でも自分がやっぱそれで受けたその感情は自分を否定されたっていう、なんか思いがすごい強かったですし、結局そこで自分もその時は何もこう本当に非暴力コミュニケーションっていう言葉は何も知らなかったの、ただただその言葉に反発して、いや自分は生きたいんだ、新しいことを知りたいんだっていう、もう平行線でしかないコミュニケーションだったんですよ。なのであの時のそうですね、あの時のコミュニケーションはお互い暴力的だったと思うし、自分も自分の道徳を持っていて、親も親の道徳を持っていて、それがこうすごいぶつかり合ってたコミュニケーションだったとは思うんですけど、でもそうですね、それなんかそことじゃあ普段の生活でまたなんかそういうことが出てきてしまわないかというか、なんかそういうのになりかねないなんかのを防ぐにはどううまく気持ちをこう伝えてリクエストしていくかみたいなところはちょっと難しいなって思いました。僕はねここでちょっと問題だと思ったのはあなたのためっていう感じで自分の責任を取らないっていう感じにしてるとこですよね。はい。そう感情に自分の責任を取ってないっていう話出てきたじゃないですか。そうですね。そうでも感情は全て自分の責任だから、私のためを思って言ってるって言わないといけないんですけどと思うんですけど、そうあなたのためを思ってっていうことで責任は回避してる。そして相手に自分のだから結局相手を自分の思うように動かそうとしてる、変えようとしてるわけですよね、この場合はね。でそこを多分非暴力コミュニケーションだと私はで言うところと、あとさっきひーちゃんが言ったその何々しないでほしいじゃなくて何々してほしいっていうリクエストの仕方っていうことを言ってたんで、多分ここは回避できるんじゃないかなと思うんですよね。でも確かにそうです。責任を回避するっていう、確かにところの相手なんかあなたのためをじゃなくて私はっていう確かに主語の確かにそうですね部分でだいぶ確かに、そうですね。
でその時に伝えることはその感情、自分の感情とそれに紐づいてる自分の必要としてること。そうですね。すごい腑に落ちました。多分自分が主語にならないと、そうですね、ならないっていうことは、つまり冒頭に話した責任を回避するっていう、何かのせいにするっていうのの、何かのせいにするっていうのがやっぱそうです、セットになっちゃうから、それを自分主語にするっていうことで、自分事として何かのせいじゃなくて自分がこう思ってるっていう、確かに感情を伝えるっていう、確かにそっか、そこがなんか今すごいはっきり区別できました。そうなるほど。だからそこに持っていってくれるような感じになってるわけですよね、この非暴力コミュニケーションは。はい。であとはそれをちゃんと言葉で具体的に相手に伝えているかっていうところですよね。そうですね。そうですね。これが本当に伝えてないなって思って、普段マジで伝えてないなと思って、特にこの感情と必要としていること、あとリクエストもちゃんとそこに紐づけての肯定形のしてほしいことで伝えてるかっていうと、意外に伝えてないんですよ、これが。そうですね。そう、本当に伝えてないなと思って。だからちょっと実践し始めるとそれが分かってきますね。いかにこれやってないかって。そうですね。本当に感謝もそうですけど、感謝もね、そう全然言ってないなって、ありがとうで終わっちゃってるなってありがとうさえないっていうでも僕はありがとうに関してはちょっと違和感持ってたんですよ。ありがとうってなんか言えない自分がいて、何なのかなこれと思ってて、でそこも結構今回この具体的な3つのことを言えばだったら言えるなと思ったんですよ。そうなんでしょうね、ありがとうってね、なんかいやでもだからすごくやっぱ難しいのが、ありがとうもいい言葉の方に分類されてるじゃないですか。いい悪いっていうのも出てきましたけど、二項対立図式とか、あれジャッカルの方ですからね、あれも結局はだからそれもすごい僕は腑に落ちたというか分かったんですよね。そうだなって。で良かれと思われている方、社会とか世間でいいっていう評価の方のものの方が実はすごく難しくて、いいって思われているだけに、なんかありがとうもそうですけど、なんかもう無条件でなんか良いものとしてあなたも受け止めなさいよ的な力が働きかねないっていうか、それをなんとなく思ったんで、いやだからね、非暴力コミュニケーションよく作られてるなと思いますね。本当にそうですね。確かに今の話も思考停止にしちゃうというか、ありがとうって言われたらもう受け取る側もそういう感謝の気持ちとして言ってくれたんだなっていうので、もうなんかそこでなんか思考停止しかねないというか、そうですね。それでじゃあ具体的に何が相手を喜んでもらった行動だったのかとか、なんかありがとうって言葉でなんか片付いてしまうのは確かにすごい怖いことだし、なんか逆に本当に非暴力コミュニケーションを学んだことで、その先、なんかその背景に何があったとか、どういうなんかことが相手の感情をなんか動かしたのかとか、なんかもっとやっぱ一歩踏み込んだコミュニケーションになんかすごいつながるなっていうのは、やっぱり全体を通して思ったことです。そうですね。だからなんか決定的にそのコミュニケーションの質が違うんですよね。だからもちろん今までが暴力的なコミュニケーションを、それこそもうだってもうスケールが違いますからね人類が誕生してからぐらいな話で言ってるんで、そこ持ってきて、そういう風なスパンで考えた時に、ここで非暴力コミュニケーションというものを学んで、だけどじゃあ現実社会そうなってないっていう現実にやっぱりどうしても出会うわけですよね。で出会った時に危うくやっぱり反抗しかねないわけですよ。必ず反抗期を通るっていう話もあるんだけど、やっぱ反抗期のところに行っちゃって、結局暴力的なコミュニケーションに対して
非暴力的なコミュニケーションにしろっていう暴力的なコミュニケーションを使いかねないっていう。そう、だから反抗期も結局は暴力的なコミュニケーションを土台にしてる、で足元一緒っていう。でもう一回そこからステージやっぱり次に行かないと本当の意味での実践ができないって思ってるんですけどね。実践は難しいですね、そういった意味では。だからやっぱりこれは継続かな。そうですね、やっぱりその人とか状況とかも全てのなんかこのパターンが適用できるとかやっぱじゃないし、なんか一番最初に言ってた、非暴力コミュニケーションはハウツーではないですっていう、はい、このコミュニケーションのこうあり方みたいなものであるっていう、はい、ところがやっぱりすごい最初に刺さったので、やっぱりハウツーではないからこその難しさがあるけど、でもやっぱそうです、継続していくっていうのが唯一できることだなって思いました。だから結局どこに行き着いてるかっていうと意識の問題っていう話をしてるじゃないですか、結局は。だから意識をいかに変えるかっていうところでも、それってやっぱり実践との相互作用だと思うんで、やっぱり意識的にやってみて、で振り返ってやっぱりできてなかったなみたいなこともあるだろうから、そうですね。あとはできたとこ、こういったとこだみたいなものの振り返りも大事だと思うんですけどね。確かにそうですね。全部がうまく確かにいくってわけではないと思うので、あとそれこそ何よりこういった仲間というか、実践してる人同士で、こういった話ができるっていうのもいいですよね。そうですね、確かに逆にそうですね、本当に自分の周りだと読んだよっていうことは伝えはするんですけど、確かにここまで全部完全にこう読み込んだ人と話すっていうのはなかったので、確かにありがたい機会ですね。いやそうだよね、大事だよね、こういうのね。自分の実践でこういう実践で失敗しちゃったみたいなものもシェアできると、結構自分の経験にもフィードバックできますからね。そうですね、確かにそれ踏まえてじゃあちょっと次はああいう風にやってみようとか、また意識も変えることができますもんね。あと自分と同じことをやってんじゃんみたいなねこともあったりするんでやっぱ割と共通して同じようなところで沼にはまっているというかいう人たちも結構いると思うんで、そうなかなかね一人だとそういった状況も客観的につかむことがなかなかできないんで、こう話せる人いるの大事ね。そうですね、本当に自分でやっぱ抱え込んでもそうですね、何もコミュニケーションは始まらないので。いや本当に、そうだって身近で実践しているかどうかって分かんないから。そうですね、大体が実践してないんで、そもそもそうだから自分がいかに実践するかに本当にかかっているような状況だとも思うんで。そうですね、そうだ本当に試行錯誤ですね、失敗しながらって感じですよね。そうですね、思いやりを持って喜びから与え合うつながりを作ること、互いに成長し受け止め愛し2人ともに満足できるためにいるということ、その関係性は分かるんだけどお互いを幸福にするためにいるのではないというのはどういう文脈なのかという話をしてたじゃないですか。さっき腑に落ちたって話だったんだけど、そこでひーちゃん言ってたのって少なくとも与え合うというのは相手のことを考えて行う行為だとは思っていて、それがお互いの幸福を願ってすることは自分の利己心から来るものだから幸福にするためにいるの ではないということなのかなみたいな話をしてたんで、僕がそこで思ったのはこういうことになってないかっていう多分確認だと思ってて、つまりそれ2つあって、1つは自分をその時犠牲にしてないかっていう、相手の幸福を考えて行動するって言った時に大丈夫それまず自分を犠牲にしてないって、自分を幸福にするっていうことができた上での行為っていう風なところ、つまり内向きのジャッカルをやってないですかっていうところなんですよ。っていう言葉だと僕は受け止めたんですよ。でそれともう一個は相手にちゃんと言葉で具体的に伝えましたかっていうところ、これさっき言いましたけど自分の必要としていることと感情、とあとリクエスト肯定系のね、でそういったことでちゃんとそれを言葉で
言葉に出して相手に伝えましたっていう、そこの2つができてますかっていうちょっと僕は注意喚起的な感じで受け取ったんですけどね。お互いを幸福にするためにいるのではないという言葉はね、もうちょっと言うと、お互いを幸福にするためにいるのではなくて、お互いが自分も相手も幸福にするためにいるっていうことの方だと思うんですよ。なるほど、はい、お互いが相手だけを幸福にするためにいるのではないと言い換えるというふうに思いましたね。確かにそうですね。私もさっきこのグラレコのそうです、中で言ってたの、確かになんか自分がなんかこう確かにちょっとないがしろにされてる感じみたいな、なんかすごい相手のためをなんか思って行動する、いいんだけど、なんかすごいなんかこう自分が確かにこう犠牲に確かにっていうのは、確かにちょっとモヤモヤしてた部分が今すごい言葉で整理、されて、確かに風に落ちたというか確かにそうだ、なんか自分っていう存在がなんかこう、確かにちょっと置き去りにされてる感じ、置き去りにそうですね、されてる感じ。確かに、そうですね、すごい納得しました。よかったです。でも宝探しの話は、なんかこれなんか自分が言いたいことがあるとかじゃなくて、単純に面白かったポイントだなっていうところは、いやなんか犯人探しじゃなくて、宝探しって表現すごい好きだなって思って、僕もめっちゃ好きあれ。めっちゃ好き。あれすっごいいい。いやなんかまとえた言葉、すごいなっていうところと、なんかやっぱこう希望なんか感じさせられますよね。感じるね。なんか非暴力コミュニケーションってなんかこう最初ちょっと本当に見る前は、なんだろう、非暴力なので、なんかこう相手を傷つけないとか、こうなんかこうお互いなんかいい距離を保って、なんかこう程よく付き合うみたいなちょっとイメージがあったというかなんか穏便にこう穏やかになんかコミュニケーションを取っていくみたいな、結構イメージがあったんですよ。でもその冒頭でその対立でも かといってその非暴力コミュニケーション、その対立は避けるべきものではないっていう、ところあったと思うんですけど、まずそこでハッとしましたし、なんかその対立があってもそれをこう乗り越えて、その宝探しをしていくっていう、そのなんかそういうなんかこうやっぱ希望というか、なんかやっぱ人とこう向き合うって結構辛い、自分がやっぱなんですかね、自分がやっぱ思う理想の関係になかなかこう、すぐ近づくのってやっぱ難しいと思うし、その中で苦しいところとかもやっぱりあるとは思うんですけど、それでもなんかこのなんか本とか全体をこう通じてなんかこうやっぱりでもそれでもこの自分たちの取っていく行動とか意識でなんかすごいこう希望を持っている関係性にやっぱなれるんだっていう、なんかそういうこう可能性をすごい示してくれたっていうところが自分はすごい本当になんというか、宝探しって言葉もしっかり、本当になんか希望というか自分に勇気づけられるなんか言葉だなっていうふうに思いました。だから宝探しだから対立っていうのは宝探しのチャンスなんですよね。対立した時ってね。だから僕らってやっぱ対立から結局暴力的な方行っちゃうじゃないですか。お前と意見が合わないみたいな感じとかやること違うとかで結局対立から暴力的なところに行くと絶望しかないけど、でも対立から宝探しに行くと希望に変わるっていうさ、すごいよね。本当にすごいです。僕も大好きでさ、そこ宝探し、ワクワクしますよね。ワクワクするよ。そんな風に捉えたことなかったよ本当にだからどんだけ暴力的なコミュニケーションの中で育ってきたんだみたいな、それを教えられてきたんだって、もうハッとしますからね。なんでこれを教えてこなかったんだっていう、で僕らは教えられてこなかったんだっていうね、もうめっちゃ思いますそれ本当にそう思います。そうか、それとちょっと関連して今なんか関連して思ったこと言っていいですか。もちろん。
なんかそれで言うとなんか親と子の関係っていうところ、親子のね、はい、親子のところもあそこもすごいやっぱこう家族社会学をやってた自分にとって、はい、まあなんかああいう視点で、まあ、臨床心理学の視点で見れたのはすごい勉強になったというか、なんかこうやっぱりそのペアレンティングって言葉、ペアレンティング出ましたね、はい、あれも本当になんか子供から学ぶことって本当に多いよな。でも、やっぱ自分がまあもし親になった時どれだけそれを意識することができるかっていう、はい、ところは本当にでもあれも学びましたね。なんかやっぱ自分がそのちょっと前住んでたシェアハウスとか、知り合いのまあお子さんとかと関わることとかもあるんですけど、やっぱり子供ってなんかこうなんだろう、もうすごい自分にもう 100% まっすぐに向き合ってくれて、なんかそれでそのなんか本当プレゼントでこう例えばあげたお菓子のセットをもうその子がこう自分がもらったプレゼントなのにみんなにこう配って回ったりとか、なんかもうそういう優しさとかって本当になんかまあ無邪気な子でも絶対そういう優しさって絶対持ってると思うんですよ。なのでなんかそういうなんかふとしたなんかその子の言動とかが自分にすごい突き刺さる瞬間があって、自分これできてないなって思う瞬間とか、逆にこういうなんか行動でやっぱ人ってなんかこうあったかいなんか居場所が作れたりとかなんかするんだってすごい気づかされることが多すぎて、なんかこうちょっとした発言でもこうなんかそういう視点があったかみたいなとかすごい学ぶことがあって、はい、親子っていうところもすごい自分にとっては面白かったです。確かにね、はい、だって僕はところを僕も読んだ時に親育てってね、ペアレンティングまさに、はい、だからその人は多分親育てっていう発想っていうか意識の人ってやっぱ子供からどれだけ学んでるかっていうのが多分あるんですよね、感じてるんだと思うんだけど、特にやっぱり日本で子育てって言うから、で子育てが子供をコントロールすることだっていうことで、あるいは上下関係で服従させるみたいな、まあそんな親もいるぐらいなことになっちゃってるこの状況が一方で あるから、余計に僕も大事だと思いましたね。あれ大体だってジャッカルじゃないですか。そうですね、はい、ごめんなさいありがとうがジャッカルって話も出ましたけど、もうよく耳にしますもん、あれごめんなさいわってそう言ったのちゃんと言わなきゃダメでしょって、いやダメじゃないからいいからっていう、本当にあればっかじゃんっていう、なんか何なんですかね、その公衆の前で子供を叱りつけていることが良い親だみたいな、もしそういうふうにしないとなんかそれが世間的にそうしないと顔向けできないみたいな、なんかそんな感じもあるように思えちゃって、でもそれがあるっていうことはおそらくジャッカルとしてだと思うんですよ、はい、ジャッカルの一つの要素だと思うんで、なんかねやっぱりだから親子関係も考えないといけないなってことを思いますよね。それはなんか子育てって言った時にちっちゃい子とお母さんお父さんだけじゃなくてずっとじゃないですか、親子関係って。そうですね、だって何歳になってもずっとその親子関係でずっといくから、どの年齢にもやっぱり言えることなんで、っていうことはやっぱりジャッカル語とキリン語の本は子育ての本であるけど、どの人にももう年齢問わず僕は大事なことだなと思うんですよね。つまり日々の実践の中であれ出ちゃってるから、はい、基本的にはそういったことを思いましたね。はい、ということで今回はですね、ひーちゃんと、非暴力コミュニケーションについてね、お話をしてきたんですけれども、最後にひーちゃん何か一言ありますか？一言、でもそうですね、やっぱ自分で動画を視聴して本も読んで自分でまとめたりはしてたんですけど、やっぱりこうやって話すってすごいいいなって思いまして、なるほど、話してやっぱり自分が思ってた解釈がやっぱよりもっと深く理解することもできましたし、さっきの関係性のところとかも含めて、
そうですね、こうやって話せる相手がいるっていうところの、ありがたさもそうですし、やっぱそう話すことで、理解も深まるし、そこからじゃあこれもっとやってみようとか、やっぱそういうポジティブな動きに、つながるものだなっていうふうに思ったので、こういうふうにお話できる機会がいただいてて、本当にありがたかったです。ありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございました。はい、ということでね、今回はですね非暴力コミュニケーションのテーマでね、お話をしましたけれども、このね非暴力コミュニケーションっていうのをね、今回初めて知った方はですね、僕の動画もありますし本もですね、ありますので、その辺はですね概要欄に情報リンク貼っときますんで、ぜひですね、興味のある方はご覧いただきたいと思います。はい、ということで、今回ひーちゃんありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、今回は以上で終わりたいと思います。じゃあまたね。ありがとうございます。ありがとうございます。すごいな、すごい回になったな。楽しい。あ、楽しい。楽しいです。楽しいですか。はい。ちょっとなんかシリーズ化する。対談。対談。いいですね、いいですね。いや、私哲学シリーズも最近見直してて。哲学ね。コミュニケーションもそりゃそうですね、いいんですけど、哲学もやっぱそうですね、自分だとこう理解止まってる部分多分あるなと思ったんで。マジですか。やりましょうよ。いいですね、いいですね、やりましょう。これ僕も楽しいな。楽しい。これきっかけにね。いいですね。どんなとこがいい？なんか、最後に話した部分が大体はそうなんですけど、やっぱりなんか本を読むとかって、その作者とこう読者のなんかこう自分となんか本を書いた人のなんか間になんかすごい収まってるなんか行動な感じはするんですけど、その作業を行った人同士がこう話すことでなんかこうそれぞれの解釈も交換できるし、別にそれをなんか取り入れる取り入れないは別にお互いの判断にすればいいと思うんですけど、少なくともこういう解釈もあるのか、さっきのこれもなんか自分の中でなんか言語化できないモヤモヤってしてた部分が、なんかこうポッとなんかこの言葉で出てきたみたいな感覚があったんですよ。それがすごい楽しいっていうか、なんか自分がなんか潜在的にちょっと感じてた部分がすごい顕在化される瞬間があったのが、まさにこれとか、なんかグラレコも自分でなんかまとめてはいたんですけど、相手にこう説明するみたいなのってまたなんか違う、脳の使い方をするというか、これ本当自分が分かるように書いてたのを、なんか相手にも分かる、相手とか聞いてる人にも分かるように説明するってなると、またなんかすごい自分の理解力が試されるというか、でもなんかそれで話してるうちに自分も考えがなんかまたちょっとまとまっていったり、新しい発見があったりみたいな、なんかそういう刺激がめちゃくちゃ楽しかったです。はい。なるほどね。いや、それは僕も思うね。だからその2つの刺激ですよね。そうです。自分のまとめたことを相手に伝えるときに気づくことがあったりするっていうのは、いや僕も井上ゼミやっててまさにそれあるから、ホワイトボードを書いてるときに、書いてるときって喋る時のリハーサルやってるんですよ、頭の中で。でその時に気づくことがあるから、でそれを放課後ゼミで喋るためにメモするんだけど、っていうことがあるし、それまさに今のと起こってること一緒だから、あとはここで話す時に改めて気づくことが相手からの刺激によって、そうだって自分の中で腑に落ちることもあれば、新しく気づくこともあればみたいな、これいいね、この連鎖反応ですね。これいやそうなんですよ。なんかめっちゃいいなって思ってなんかやっぱ、そうですね、ゼミですらそうですね、なんかこう卒論とか書いた中だし、全然何でも話せるんですけど、でももうお互い何か特定のこうテーマについて本を読んで感想を語り合うって、やっぱ
今までしてなんかこの、うんそうですね、なんか学生を卒業してからなんか意識して全然やってなんかそういえば、まあ、できたとは思うんですけど、やってなかったなって思って、なのですごいそうですね、やっぱりその考えも広がるし、やっぱそこからなんか新しい気づきが得られるっていうのは、ただ自分が本を読むだけじゃ成し得なかったことですね。めちゃくちゃ楽しかったです。いや僕もだからその面白さがあるからさ、うん、対談好きなんですよ。対談面白いですね。対談面白いよ。対談いいですね。対談面白いですよね。ちょっと企画化というかシリーズ化しましょうよ。シリーズ化、いやもういいですね。ちょっと哲学もしっかり、他のコミュニケーション、対話コミュニケーション動画もいっぱいあると思うので、ああそうだね。はい、その辺で、なんかだから一緒の共通の何かを見たり読んだりしていると多分盛り上がるんですよね。そうですね。はい。そうそうそう。いやこのちょっと撮影のねこれも良くないですか、結構いい感じじゃないですかこの撮影の環境、撮影環境ね、まあ、こんな感じでまたやれたらいいですね。そうですね、本当に楽しかったです。いや僕もめっちゃ楽しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。